トーリーになりそうなんだけども、ストーリーも超えたやっぱ宇宙愛の時代だと思うから、一人でも十分幸せっていうレベルになった時に出会うと、要するに自分が誰かによって幸せにしてもらおうとかいうんじゃ全然ない。本当にやっぱり男女関係とかその地球的な分離から抜けないとなんですよ。一人では到底できないレベルのエネルギーが出せるんですよ。そう見てもらってる人たちは僕はもうスピリットパートナーだと僕は思ってますけどね。動画見てくれてる人全員。そうそう、はい、始まりました。スターシードチャンネルということで、よしです。あきこです。こんにちは。よろしくお願いします。はい、そして今回もね、前回に引き続きですね、いろんなお話をしていただきたいと思いますが、あきこさん、はい。もう一回ね、ご紹介いただきたいんですけど、今日のテーマがね、はい。どういうテーマなのかっていうのと、また、なぜそういう話をっていうのもあるので、ちょっとあきこさんから一言。はい。そうですね。高子さん、寺澤高子さんと出会って、いつもすぐるさんが横にいたんですよね。なんか最初からいけない。すいません。で、なんかとても2人のバランスが良くて、この2人は何なのかなとか思ってて、それで活動としてそのスピリットメイトっていうことを広げられてる、まあ宇宙の伴侶でしたっけ、でそれが本当に心地いいし、私が考えてるものと本当に同じような感じのことを発信されてたので、これは本当に皆さんにパートナーシップのこととか、これからすごく必要な方たちがいると思ったので、今回出ていただきたいなと思ってお願いしました。よろしくお願いします。お願いします。はい。で、今回ね、パートナーシップといっても普通のパートナーシップとは違うのかなと思うんですけど、ちょっとその辺もまず教えていただきたいんですけど、はい。まずですね、私は今一緒にね、活動してるんですけど、彼女と。もともと知り合う前は私は公務員だったんですね。それで全然固い仕事をしてまして、その時に、ネットでなんか出会い系サイトじゃないんだけども、そこを登録してたんですよ。そして2日ぐらいかな、何かこうメールが来てて、何かゴルフ友達を探してますけど、いるでしょみたいに。私ゴルフとか全然しなかったんですよ。で、それでどうも気になるといえば気になるから、ちょっと会ってみようかってなったんですね。で、彼女からメールね、こうもらってありがたかったっていうのもあるんだけど、そして実際会うわけですよ。近くに福岡の方だったらね、ご存知と思いますけど、大堀公園というところで最初会いました。でね、最初の出会いが、普通なら、もう本当にこう、うわ、一目惚れだとかね、わあ、タイプだとかってあるじゃないですか。それが全くお互いなかった。ない。で、ひどいことに、まず何て言ったかって言ったら、私の方はね、あなたはタイプじゃありませんって言ったんです。この人はこの人で、そうなんですよ。私もタイプじゃないから。そんな話したの？最初から。なんかこう、好きなタイプっていますよね、好きなタイプとか。会った瞬間、タイプじゃないなとお互いに思って、しかもそれを素直にちょっとタイプじゃありませんってお互い言って。そう。でもね、ずっとなんかね、頭に来ることもなく、すごく気にはなるわけですよ。そしてね、後でこれ分かったことなんだけども、二人とも懐かしさを感じてたんですよ。ここが普通で違う。懐かしさはあるけど、好きなタイプではなかった。けどなんか知ってるような気がする。それが始まりなんですよね。だから今ね、もうこの年になるといろいろ恋愛経験とか皆さんね、積んできてあるじゃないですか。で、大体こう、ソウルメイトとかって会う人が多いと思うんですよ。この人いいなとかタイプだなって思う人は大体ソウルメイトですよね。じゃあソウルメイトとスピリットメイトは何が違うかっていうところを聞きたくありませんか？ね。
ソウルっていうと、魂？スピリットっていうと、魂？ちょっと違う。何かが違うのかな？うん。なんでしょう。ソウルメイトというのはですね、実は、自分が解消できない過去の恋愛で、まあ、失敗したなり、自分が持ってないとこを求める、とこを補おうとするものがソウルメイトなんですよ。ところが、スピリットメイトというのは、まあ、その調整期間っていうのはね、当然ソウルメイトみたいにはあるんです。だから最初からじゃあうまくいって、一緒にこう活動するとかそういうことはないんですけど、で、だんだんこう、紐解いていくと、同じ目的で、同じ活動をして、もう価値観が一緒なんですよ。ここが全く違う。というところが、大きく違ってきます。なるほどね。よくやっぱり結婚っていうのが、で、逆に言うとそのカルマの出し合いっこするみたいなね、よくそういうことを言われていたりとか、そういうことは多いんですけど、それがいわゆるソウルメイト。で、今回のスピリットメイトは全くそれとまた確かに違いますね。なるほど、なるほど。そう。福岡に引っ越してきて、で、なんとなく福岡に引っ越してきたら、なんか運命の人みたいにいるんじゃないかって漠然と思ってたんですよ。根拠はないんですけど。で、それで、なんかとにかく絶対誰かいるはずだと思って、まあ、偶然会ったので、会った割にはあれタイプじゃないってなって、でも、それでもなんか気にはなるわけですよ。ね、気にはなるけど、今までの好きとかいうのと違うので、って時に悩んでた時に出会った本がこれなんですよ。宇宙からの伴侶、スピリットメイトって本があってですね、これを読んで、これに出てくるアニさんとカーステンさんってご夫婦なんですけど、この二人のお話を読んで、これが、こういうパートナーシップってあるんだなっていう新しいパートナーシップとしてね、認識したのがスピリットメイトだった。これね、私もこの高子さんと知り合って気になってしょうがないわけですよ。不思議な人でしょ。私からすると不思議な人。普通の公務員。びっくりしようと思ってこの本を私は買ってたわけ。ところが高子さんもこれ同じものを買ってたという。思ってた。ちょっとね、不思議だけど、とにかく不思議から始まった感じですね。これね、あきこさんね、そのパートナー、まあ今旦那さんのね、とはどんな感じなんですか？そのさっきのソウルメイトやスピリットメイトでいうとどんな感じなんですか？私のあきこさんの。私の場合は、ソウルメイトだな。ソウルメイト？ソウルメイト、だと思いますね。でも本当に今も定年してる時に頼りになるんだけど、前世でお城をいっぱい作ってもらってたなって記憶が出てきて。作ってもらってたの？作ってもらってた記憶が出てたから。お城依頼してた側ね。お城を依頼してていっぱい建てた大工さんだったなって記憶が出てきて。その時は女王様かなんかだった人？でも女王様じゃないけど、やっぱりなんで広いとこには今広いとこに行ってすごい落ち着くから、そんな感じのことを旦那さんにやってもらってて、ソウルメイトだと思う。だから。なるほどね。ということは、スピリットメイトが別に必ずいますので、同性かもしれないよ。たまね、男女かもしれないけど、いますからね。これは大変だ。わかんない。ソウルスピリットメイトかもしれないけど、で、それなんだっけ、そういうのって、なんだっけ、なんでそういうのが分かったというか、普通のソウルメイトとかスピリットメイトが違うとか、一般的にみんなどんな感じの人に出会ってるかとか、だからそういう出会う確率とか、どういうふうに出会うかとか、なんかそのあたりも聞きたいよね、やっぱ。わかります。まずですね、分かったこと、もうこれ明らかに最初から分かったわけではないんですね。ただ、こう違う感覚ではあったのは事実です。そして今まで自分がね、異性に対して、たまたまそのスピリットメイトが私の場合は女性だった。
こちらからすると男性だったということなんですよね。で、今までね、恋愛をね、やっぱりしてきて、絶対許せないというポイントっていうか、自分がこうされたら嫌だなとか、別れてきた理由っていうのがあるんですよね。人それぞれあると思うんですよ。で、いろいろ口に隠さずすると、許せないところって当然あるわけでしょ。違う人生をお互い踏んできてるわけ。ところがね、これが全然気にならないんですよ。今まで絶対許せなかったことが、これが全くまた違うということがありました。そして、恋愛をどんどんしていくたびにね、私が例えばアイスが食べたいなとかって感じたりするじゃないですか。そうしたら、この人も同じ感じてるんですよ。で、先に言っちゃうの。おかしいのは、すぐるさんが思っていることが自分のことみたいになっちゃう。そう。私そんなアイス好きじゃないのに食べたくてしょうがなかった。価値観なんですよ。価値観が近いっていうことかな。逆に言うと怖くてね、なんか読まれてる気がする。全部見透かされてる感じなんですよ。なんかあれですかね、こう、例えば双子の人がなんかそういうお互いなんかね。近いかも。そみたいな、そんな感じですかね。近いかもね。価値観が魂の癖っていうか、そういうのが似てんのかな。なんでしょうね。なんかよくね、そういう、なんていうかな、ソウルメイトに出会おうとか、なんかいろいろありますよね。なんかいろんな話が。で、そういった話は全く違うってことでいいんですよね。なんかその。完璧に違うのは、ソウルメイトだと、なんか別れとかあるじゃないですか。好きになったり嫌いになったりとか、なんていうの、スピリットメイトっていうのは、なんか別れることはないだろうなっていう。これはなんか、どう説明したらいいんだろう。当たり前っていうか、ね、なんだっけ、ツインレイとスピリットメイトって、これは一緒なんですか？多分、どうなの？微妙に違うんだと思うんですよ。価値観、一番ね、どこが違うかって言ったら、おそらく最後の価値観、人生をどういう歩むかっていう時に、同じ価値観じゃないと一緒にはやっぱりやれないんですよ。仕事にしても、生き方にしても。で、同じように、こう、趣味思考が一緒で、似たような感じなんだけど、最後の部分が違うのが、そういうツインレイとかって言われる人たち。私ちょっといいですか？ツインレイがいまいち、ツインレイっていうのはやっぱり、レイって光かな。で、私は同じ、結局ざっくり同じだと私は思っていて、要するに、魂の、だからその人の魂ってあるじゃないですか。魂の発生場所っていうのかな。私たちもともと宇宙では同じだったわけで、同じだったの。で、この地球に来るときに、分かれてそれぞれに入ってきた、この地球って星は、二元の星なんですよ。男性と女性とか、オスとかメスとか、そういう仕組みになってるので、あえて分かれて入ってきてるんですよ。それがスピリットメイトたちの考え方で、だから絶対片割れはいるんですよ。いるけど、その片割れが同じタイミングで地球に生えてきてたりとか、年齢が違いすぎても会えないし。同性の場合もいるのよ。同性の場合もいるけど。同性の場合もいるんだ。そう、男とか女の人もいる。います。だから今結構そういう同性愛の人とかいるじゃないですか。別にそれどっちでも、宇宙ってあんまり男性とか女性とかないので。宇宙自体がないじゃないですか。男性女性っていうのがね。あんまりそこはそんなにでも一応、男性女性の場合の方が多いぐらいから。それが圧倒的に多い。そりゃそう。ツインレイっていうのはちょっと私もそこの概念がいまいちよくわからないんですけど、同じ魂とするならば同じような感じなのかな。ツインレイとじゃあ同じ感じなんだ。だからその自分のカルマの干渉とか何か自分が足りないところを補い合う相手ではなくって、一緒なので補い合うこともないんですよ。同じだから。同じ。助け合うことはあるんだけど、補うことはないですね。同じであって結局、同じ使命みたいなものがあって、それを一緒にやる仲間っていうか同志みたいな感じでもあるのかな。そこが今までの根本的に違うところです。2人でいたら、面白い話がね、友達がいなくても大丈夫っていうか。
そんな感じ。よしさんなんかありますか？例えばそれって、なんていうの？絶対にいるものなのか、別にいない人もいるのか、いたとしても別に一緒にこうね、会わなくても一緒にならなくてもいいものなのか、その辺、わかんないと思うんです。その辺はどうなんですかね。そんなになかなか会えるもんではない、だからないって思ってた方がいいと思う。そう。さっき質問あったと思うんですけど、じゃあどうしたら会えるのっていうことなんですけどね。これね、願っても祈っても上がれるもんじゃないんですよ。私の場合で言うと、知らず知らずに、その職場の人に奉仕をするだとか、あと自分が体を鍛えてたんですね。もともとトレーニング好きなんで鍛えてたんですよ。で、それは、こういう彼女が欲しいなと思って鍛えてるわけじゃなくて、体力ね、こう向上するために鍛えてたんですけど、それがね、構想したと思ってるんです。っていうのが、いろいろな邪念とか、なんか、いやらしい考えとかあるじゃないですか。そういう時って絶対考えないんですよ。そして、毎朝、その、職場でほうきをはわいたりとかしてるのも無心でやってるんで、それが私の場合は良かったと思ってます。で、あなたはどう？ちょっと、もうちょっとわかりやすく説明すると、私たち出会ったの40代になってから、私45歳だったかな。多分スピリットメントって若いうちはね、出会えないんですよ。出会えるんだけど。出会えるかもしれないけど、わかんないかもしれない。ものすごく苦労します。出会ったとしても苦労します。で、一人でも十分幸せっていうレベルになった時に出会うと、要するに、自分が誰かによって幸せにしてもらおうとかいうんじゃ全然ない。十分一人でも幸せだし、ずっとこのまま一人でもいいやってぐらいの時に多分出会うのかな。そう。望んではなかったっていうか、めちゃくちゃガツガツはしてなかったよね。そういうもんじゃなかったと思います。だから恋愛だけど恋愛じゃないみたいな、なんでしょうね、これね。宇宙の計らいっていう感じだよ、多分。で、こういう人があんまり多分まだ少ないけど、これから増えてくるっていうので、だから、この、アニさんとカーセンさんも、やっぱ40代ね、過ぎて会ってるし、だいたい40代ってことはもうすでに結婚してたり子供がいたりとか、それなりの人生を歩んできてるわけですよ。で、それでも出会ってしまうみたいな感じなのかね。そう。だから、なんか単なる不倫とかじゃなくて、本当に出会っちゃったら大変は大変なんですよ。40超えてますからね。もうある程度皆さんね、チームワークとかあるし、ねえ、だから、よしさんの質問で言うと、それを選ばなくてもいいんですよ。あえて選ぶ必要はない。ただ、どうぞ。どうぞ。どうぞ。例えば、そういう人、なんかね、いろんな、ね、状況の中でそういう人が出会ったとして、なんか、さっきの話だと、特にそれがまた、じゃあ恋愛関係になったり結婚にしなくったって別に、なんか十分、なんていうの？満たされてるって感じですよね。要するに。それは本人次第だけれども、今までのいろいろな相談とかあるじゃないですか。あるんですよね。やっぱりどうしてもそちら、本物っていうか、スピリットメイトの方に行きたいなっていう人がほぼですね。だから魂には嘘はつけないんですよ。好きになるのって特に理由はないじゃないですか。何々だから好きってわけでもなくって、もう一緒にいる方が自然だし、一度会ったらもう離れることはないだろうなっていう感覚の方を、やっぱり優先したっていうか、やっぱ自分自身の幸せっていうのがね、一番。でもだからといって、結婚したいわけではない契婚したいわけではないから籍は入れてないんですけどね。逆にそれは離れないと安心。契約はいらないって感じがね。だからいろんなパターンがあるってことですよね。それで、もしくはたまに会うような人になっている人もいれば、わかんないけど、地球の裏側同士でオンラインで話をしたりする関係かもしれないし、そういうことですかね。そんな感じ。そうです。要は、恋愛だと大体なんかそういう欠乏みたいなものからね、求めちゃうじゃないですか。そういうのじゃないってことは別に求めなくったっていいわけですもんね、そういう。そうですよね。だからそういう意味では全く違うのかもしれないね。
魂で繋がってる感じですかね。うんだから距離とかあんまり年齢、実は年齢もあんまり関係ないかもしれないし、あんまそういう見た目でもないし、そう。その逆にまたね、ちょっとこれ、いやらしい話をしていいですか？いやらしいセックスの話ですけど。何の話かしら。セックスの話。やだ、ですか、もう。それでもね、一つのキーワードがあります。ここでやっちゃうの？ここはカットで。私のチャンネルで？いや、これ大事なことなんですよ、でも。パートナーシップ。本当に、ヨシさんっていうの言っちゃうの？いいんじゃない？いいの？いいんじゃない？本当じゃあいいけど。ニヤニヤしちゃうけど。これちょっと経験してみたらわかるんですけど、存在ちょっとポイントがあって、喜んであげて。これスイッチ入っちゃったな。大丈夫。エネルギーが回るっていう感覚、セックスをするとエネルギーが回るという感覚があるんですよ。そして、なんだろう、2倍とかじゃなくて、これが何倍もなるような感じで、すごく行動が活力というか、それが全く違うというのが一つのね、キーワードになります。これね、もうせっかくね、すべて暴露しますよ。なるほどね。面白いね。ヨシさんも結構聞きたいことあるんだよ。パートナーシップね、興味あるって言ってたからね。パートナーシップ、そうね。パートナーシップ、なんかね、なんて言えばいいんかな。自分の中ではね、まあ、パートナーシップというか、まあ、やっぱり、ちょっと宇宙的な話になっちゃうんだけど、だから、昔だったらね、いわゆるこう、形、形式みたいなものをね、求めてしまうじゃないですか。ね。でもそういう時代でもなくなってきてるっていうか、まあ、もうちょっと宇宙的になってきてるっていうところで、まあ多分、多くの人たちは、まあ、今ね、家庭があったり、結婚してね、いろんな状況の中で、その枠の中でね、結構自分を当てはめてしまってるんじゃないかなっていうところが、多分一つの大きなところだと思うんですよ。で、そこに対しての解放っていうのが、多分まあ、意識的な解放っていうのがね、まあ、多分宇宙的な考え方かなと思っていて、まずはそこなのかなっていうのがあったんですね。で、その中で、例えばスピリットパートナーだったり、いろんな魂的に過去性だったりね、いろんなところで多分大きく、演している人なんていうのは多分そういうこともあるし、逆に魂が分離しているんだったら、そういうね、わかんないけど、そういうこともあるだろうし、だからそういう中の一つの形が今の話なのかなと思ったんですけど、ちょっとアキコさんもう一回振ってみようかな。アキコさんどう思います？その辺は。だから要は、多くの人たちの一番の悩みって何なのかなっていう、まあ今日ね、見てる人たちの一番の悩みというかなんだろう、ポイント聞きたいこと、で、もう一回何なんだろうっていうことをちょっと考えていきたいんだけど、どう？そうだね。宅急便は大丈夫ですか？あ、宅急便来たの？いや、ピンポン来たら誰？大丈夫？申し訳ないです。大丈夫ですか？大丈夫です。そうですね。そう。だから地球の枠を超えて地球的に考えたらほらだから誰かと結婚するとかしてないとか男が好きとか女が好きとかやっぱもうさそれを超えた人類愛になってきてると思うんですよね。人類愛、まあ宇宙愛ですよね。宇宙愛になってきてるからこういうことが起きてるんだと思うし、あとはだからその統合されて私の中のそのツインレイっていうものの概念というか、まあ、なんかそれはなんとなく分かってて、それがなんかこう統合された状態になると、まあ合うのかなっていうか、だから統合されてそう合うのかなっていうか合う人と合わない人がいるんだと思うんだけど、統合されてないとそれは絶対ないというかなんていうなんかよく言うだからちょっとなんだっけサイレント期間とかツインフレームで一応書いといたなんかそういうような聞きたい人いるんですよね。こういうのが好きな人が、ツインレイ、ツインソウル、ツインフレーム、サイレント期間とか、これさ全部やっぱストーリーなんですよね。だけど
だけど、やっぱそういうものも、まあもちろんなんかあるからこういうことがあったり、こういう言葉になってるんだと思うんだけど、全てはやっぱ統合されてないと、結局こういうことにもね、ならないから、そうだよね。同じことなのかなと思ってて、それで統合された人がたくさんもう増えてきてるから、今もそうだし、これからもっとそう増えてくるから、ここで多分つまずく人っていうか、だから地球の概念を超えた、結婚とか愛を持っている、なんていうのか、そこで絶対つまずくと思うんですよ。結婚とかしてないとか、その愛っていうところに対して、だからなんていうんだろうな、子供がいるとかいないとかのところで、なんかそう、だけどそこを超えて、なんていうの、ことをやろうとしてるっていうところがあるのかなと思って、そのあたりもやっぱり聞きたいし、そうだよね。なんで会うの？なんで会うのかな？私たち、今ちょうど出会って間もなく5年なんですよ。で、やっぱ、それぞれの自分の統合がちゃんといかないと、ちゃんと2人には、出会ったのは5年前だけど、正直こういうふうにうまくいく、回り出したのって2年前だと思う、私の中ではね。2年前。この3年間は、初めの3年間は、お互いのいろんな調整期間としてで、やっぱそれなりにね、吸ったもんだはありました。ありました。社会的とかいろんなことがね。いろいろあった。それでもなお、自分の中でお互いが統合できたときに、ちゃんとスピリットメイトとしてちゃんと動けるようになったのは、やっぱ3年かかってますね。人によっては期間はね、人はいろいろあるけど、調整期間は必ずあると思います。それがなんかサイレントとかなんだかいろんなどんな呼び方をしてもいい、どんなドラマティックにやりたいんだよ、そういう。ヨシさん知ってる？サイレント期間とか。知らない。なんかどっかの動画で見て、なんかそういうのいろいろあるみたいなんですね。なんかわかりませんけど、なんかツインレイとかいろいろあるんでしょうけど、特に女性の方が好きなのかなと思ってたんです。なんでかというと、女性の方が先に統合が終わるんですよ、どっちかっていうと。女性の方が自分の中のバランスを取る方が早いです。男性の方がやっぱ社会的なことだったりとか、今までの概念とか、なかなか統合が、スピードが思ってるのとやっぱ進むのスピード感が違って女性の方が先にもう準備ができてても男性の準備がなかなか追いつかないっていう感じでなんか女性が待たされちゃう感じ、うまく言えないけど本当にその通りだから男性は男性で大変だと思うんですよね。自分の中の統合が終わらない限り本当のこっちの統合はなんないので。人にもよると思うけどね。いや、もうほぼそうです。男性の方がそう。これは間違いないです。だからこれ、相手がいてのことなの、一人だけだったら簡単なんで、一人だけだったらなんだけど、やっぱり、だからどんなに女性、もしくは男性が準備ができてても、そのスピリットメイトのもう一人の人の方が、そこまで来てない限り、うまくはいかないのかもしれないですよね。同じタイミングって方が難しい。それは難しいですよ。同じタイミングはね。でもそれでもなお、統合して出会った方がいいっていう理由は本当たった一つで、一人でもできることってあるじゃん。一人で今まで仕事もやってきました。一人でやってきたけども、一人では到底できないレベルのエネルギーが出せるんですよ。パートナーがちゃんといると。本当これはね、経験してます、私。1×1 がね、だから 1+1 が2じゃないっていう馬力を、だから本当にやることがある場合、スピリットメイトとちゃんと出会った方が、本当の力を、だから要するに同じ自分ですからね、倍増するっていうのがある。ちょっとね、これ私のことでお話していいですか？嬉しそうだね。公務員かわいいよね。じゃないですか、私ね。学校に勤めてたんですよ、学校にね。で、そこですごく、自分で言うのも変やけども、成果を上げて、すごく出世というかな、もうちょっと早かったんですよ、めちゃくちゃね。早くて、最初うまくいってたんです。そこの職場でも、そこの業界でもね。で、この高子さんと知り合って、なぜかね、うまくいかなくなったんですよ。嫌になっちゃって、その職場なり仕事なりがね。これね、私はこれどうなってんだろうと思って、
最初思ってたんです。で、結局ね、その職場を辞めて一緒に今活動してるんですけど、その意味がよく分かったっていうのが、やっぱりそこの学校だけだったら、学校のことしかやれないじゃないですか。この班しかやれないんです。ところが、そこを辞めて、新たな社会に出て、2人でやってると、もっと輪が広がるんですね。まあ、極端に言うと、日本でまた世界。これがね、私の2人でやっていく使命だなっていうのを、後で分かりました。っていう感じですね。これはやっぱりパートナーがいないとできないことですよね。このさ、宇宙でこの2人は、じゃあ2人に地球の中でさ、こう2つに生まれてきたのは分かんないけど、宇宙ではどんな感じなの？これが意味が分かんないんですよね。一つが生まれて、どうやって2つに、なぜ地球だけ2つになってるの？それとも宇宙でもこう別々になったりしてるの？地球だけだと思う。地球だけ。宇宙ではじゃあ一緒にっていうか一つで自分が体験してきたことを、じゃあ貴子さんと卓さんだったら、同じことを一緒にってか一人だったってこと？そういう感じになるのかな、このあたりで。最初の根源はそうでしょうね。同じ、魂のグループが同じっていう感じかな。それが何の原因か分かりませんけど、分散されちゃったという感じなんですよね。最初は同じ感じ、同じというか同じところにいたはず。最初一緒で、宇宙でもまあずっと自分で生きてて、地球に来るときに別に来たみたいな感じ、別々になっているような感じ。宇宙では一緒なのか、一緒っていうか自分なのかな。同じってことです。同じ。そう感じはしますけどね。どうですか、よしさん、このあたり。そう。なんかそういう、いわゆるオーバーソウルとかね、グループソウルっていうのはやっぱり完全にもうそうだなっていうのはあって、まあ、これ見てる人も完全にグループソウルってね。全員一緒になっちゃうけど。本当に一緒だよね。なんか、どれぐらい一緒かっていう話だね。ものすごく一緒っていうのが今のね、お話のパートナーシップのところに行くんだろうなっていう気はして、だからその度合いなんでしょうね。濃さみたいな感じかね。濃さでしょうね。濃さ。そう、濃さね。まあ、あとは、なんていうかわかんないけど、いわゆる男性と女性っていうのが、なんかね、今までちょっと昔の時代だったら、男性がものすごいガンガンこう行くような、ワンマン的なリーダーシップの世界観があって、つい最近からやっぱりこう、なんていうかな、男性と女性、まあ女性の方がメインの方がいいのかもしれないけど、なんか、まあ、あきこさんと僕みたいな感じで、こう、なんか二人のバランス感っていうのが、こうなんか、まあみんな見てもらってるっていうところもあるんで、そういうところもなんか時代がこう変わってきた気がしますね。そうですね。私は本当に本物が出てきたなっていうのはそこにあって、なんか女性が、やっぱり、あれですよ、出なきゃいけないっていうのが本来の姿だと私は思ってます。これは本当正常なものになってきたなっていう感じ。女性性の時代だからね。そうですね。はい。今回一応女性で生まれてきてるんですけど、中身おっさんですからね。やっぱ女性で生まれてきたんだけど、自分の中でもね、女性性と男性性ってあるじゃないですか。なんかどっちかって見た目一応女性にしてるんですけど、女性にしてるんですけど、中身どっちかっていうと男性性の方が強い感じがします、自分の中では。そう、今でも一緒。で、すぐるさんは見た目男性だけど、女性性が強い。強いです。なので、バランスいい。本当バリバリスイーツ好きだしね。ユースさんもね、女性っぽくありません？ユースさん。まあ女性性は結構結構ありますよね。最近ね。でも10年前よりも女性性になって、最近またちょっとまた男性性もね、まあ思い出してきたっていうのはあるんですけど。まあ今、両方 OK ってことだね。両方 OK。両方 OK。両方ね、そういう意味じゃなくて、両方のエネルギー OK ってことね。両方の総合のエネルギーがね。総合のエネルギー OK みたいな。そういうことね。でもなんかそういう意味ではなんかあきこさんと僕とかはスピリットパートナーなの？すごいね。
なんかね、お二人の感じを見てると、だから、私もそう思ってまスピリットパートナー的なエネルギーを感じるんですよね。私も思ってました。そう。あんまりね、それ言うとあれかと。でも、だからエネルギーという観点からすると、お二人でいた方が、だから要するにエネルギーが倍増するんですよ。かもしれない。でも一人で活動してたじゃないですか、前はね、あきこさん、あきこさん。そうだね。よしさんと出会ったことによって、よりあきこさんのエネルギー、二人が合わさったことによって、化学反応が起こってますよね。そう。化学反応起きてました。確かに起きてるな。起きてるね。まあ、あきこさんとの恋愛的な感情ではないけどね。そのお互いね。そう。だけどなんかものすごくなんていうの、この同じ方向感はめっちゃ半端ないよね。そう。ベクトルが同じ、見ているベクトル、方向が同じ。大体、あきこさんがこれやろうかなって言ってた時に、僕もそれやろうかなっていうことを言うじゃないですか。打ち合わせとかしててもね。そう。大体同じことを考え、方向性を決めてるから。それはそういうことなんだろうなって気がします。そういうことなんです。そういう感じです。新しいだから多分私とヨシさんとかの場合だとすると新しいだからスピリットパートナーとかの観念をみんなにこう伝えることができるんじゃないか。だからお互いだから分かんないよ、本当にそうか分かんないけど、だってすごい家庭大事だしね、家庭大事だし、子供も大事にしてるし、だから無理やりほらなんか離婚してとかさ、それが僕ら無理やり、僕らはなんか全くそうないもんね。そういうことはしないんだけど、全部大事にして幻想なんかね、わかんないですけどね、だから世の中にはそのなんていうの、そこのストーリー感っていうかなんかもうヒロイン感みたいなところに没頭してる人がいそうな気がしてたから、なんかそこは大丈夫かなっていう気はしてたんですけど、だけどなんか僕らのイメージはなんかものすごいなんかもっとその男女とかを超えたところのエネルギーなんですよね、イメージは。そう宇宙愛なんで、もうなんかもう性別超えてますよねみたいな話。そう性別両性であり、両性とかもなんかもう性別ないところがいる感じかな。そうだね。わかんないけどね。そうだね。根源。クリエイター、創造主ね。そんな感じだから。創造主だから、なんとなく僕がなんか伝えたい気はするのは、皆さんね、見てる人にはね。だから、なんだかやっぱりこう、欠乏の延長線上にある恋愛であったりとか、ソウルメイト感っていうのは、やっぱり、あんまりそんな、幻想の方になっちゃうんじゃないかなって気はするんですよ。だからやっぱりもっと、別にだからいなくてもいてもいいじゃないかっていう中に、そういう一つのスピリットパートナーっていうのもあったり、いろんなものがあるんだなっていう捉え方かなって気もするけど、どうかな、あきこさん、その辺は。でも本当にそうだと思うんですよ。だから別にヨシさんがいなくても超楽しいっていう。そう、僕もあきこさんいなくても楽しい。超楽しいけどね。っていうところをやっぱ常に持ってないと、やっぱうまくいかないんですよ。だからそれがね、もういないとってなった瞬間ね、欠乏になっちゃうし、欠乏が生まれて幻想に入り込むから、常にヨシさんがいなくてもやってやるみたいな、やってやるっていうか自分で楽しむっていうか、そうですね。あとその恋愛みたいだからなんていうのかな、ちょっとネチネチした恋愛みたいな感じになりそうなんですよ。こういうストーリーだから、ツインレイとかツインレイだから運命の人みたいな。でもさ、気持ち悪いんですよ、その感じが。気持ち悪い。運命の相手みたいな、なんかその感じの。ストーリーももうやめようよっていうか、そうもっと、もっとライトなんですよ。もっとね、軽やかですよね、宇宙的にはね。さらっとしてる。さらっとしてる。どうそのあたり。確かにね。多分地球的な女性性はちょっとやっぱり若干ネチネチしてくるとは思うんでね。そうなんですよ。そう。だから本当にこれからさ統合された人が増えてきた時に、
にね、ぶち当たるところだと思うんですよね。そういう人に会ってって、で、どういうふうに進んでいけばいいかとか、すごい悩んだりすると思うので、その人と一緒にどういうふうに何すればいいかとか、特別感を持たなくちゃいけないのかとかね。でもなんかね、そう、なんかそういうところも、だからこういう感じの人たちもいるっていう感じで、なんかね、見ていただけたりするのかと思うんだけど、で、その2人が会った時に、一緒にやることっていうのはどういうことなの？まあそういう、なんかそういうのがあったりするの？で、先日一部でね、お話したと思うんですけども、私たち最初オンラインサロンをしてたんですよ。スピリットメイトというオンラインサロンをしてたんですけど、その中でヒントをね、そういう恋愛とかでいろいろ、興味あるとか、ごちゃごちゃあるとか、いろいろな悩みを持った人とか、またその他興味ある人とかに、それを発信することでヒントを見つけてほしいと。自分自身をまず整えなさいよと。自分ありきでまず考えていく。そしてそこの余裕を持ったところで、生きていけば必ず一人には間違いなくパートナーはスピリットパートナーいますと。それに出会う近道ですよということを発信してたんですよ。それで多くの人がそれで出会いやすいようになれば、もっともっと、世の中が良くなるんじゃないかなということで、私たちも2年間ね、取り続けてきたところあるんですよね。スターシードの人って今回のその大きな係とか役目が終わったら、多分地球最後の人が多いと思うんですよね。役目が終わったらね。で、だからこそ地球最後だからこそ最後に出会える場合が多いような気がするんですよ。なるほど。スピリットメイトがいたとして、今までいっぱいいろんな過去性それぞれ違うところで生まれてたとしても、その大きなことをなそうとするときに一人のパワーってどうしても足りないときに、その時のためのスピリットメイトのような気がしてですね、より本当に魂からやりたいことが一人で頑張るよりも一緒にいた方がなんとなくエネルギー的にこう補完される、お互いに補完し合ってる感じでですね、うまくいくんですよね。で、それを、あきこさんとか見てもちょっと感じたのは、その、ちょっと無茶ぶり的なことってあるじゃないですか。この間の宇宙フェスとかも言い方があれですけど、結構すごい大変なことを、サクッっていうか大変だったと思うんですけども、結果、蓋開けてみては、大成功っていうか、すごいなと私思ったんですよ。やっぱりそれは二人のエネルギーがいい感じにこの、補い合えているっていうか、ミラクルな感じ。よしさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、すごい僕は人をあんまり信じない方、完全に信じませんけど、その初めてね、こうやってね、信じ合えるみたいなね、信じながら、仕事とかね、こうやって活動ができるっていうのは初めてかもしれないね。そう。だからそういう意味合いのスピリットパートナーっていうのが、もしかしたらいろんな人々もなんかいるのかもしれないですよね。確かにね。なんか自分を信じるように相手を信じられるとか同じレベルなんですよね。だからそのちょっと説明しにくいところなんですけど、本当の自分になれる感じがします。多分ね、一つ最初の方に言ったんだけど、その見極めというのはね、多分今まで自分が許せなかった領域が許せる人っていうところあるかもしれない。何かわかりませんけど、私は彼女を全て本当だと許せないことだってお互いだよな。そう。普通だったら自分のいいとこ見せようとかするじゃないですか。自分のこの闇の部分とか悪いところって見せたくないと思う場合が多いと思うんだけど、それは全然気にしないって感じですね。相当悪で悪いわけじゃないけど、でもみんなね、みんなあるんですよ。みんないろいろあると思うんですけど、だから自分のいいとこだけじゃないところも OK だからそれが許せるから楽であり、だから信じ合えるというか、嘘がないってなんか嘘がないってなるほどね。人間関係ってなかなかないと思うんですよね。そう思うけどね、今まで結構ね、今回
ちょっとこのあきこさんね、このまた宇宙的なまたメッセージとかも、今回、ちょっと、下ろしてみてもらったらどうでしょうね。今回の話を聞いてから聞いた感じで。あ、そうですね。どうですか？私も下ろしてみるし、高子さんも下ろしてみようか。高子さんも下ろせる。高子さんの方から言ってみますかね。じゃあ、高子さんお願いします。はい。はい。やっぱりこの地球っていうのは、こう体験できる場所なんですよ、宇宙から見てね。それでやっぱりこう、今まで地球ってこの男性と女性で2つに二極の星だったんですね。だからどうしても何か半分みたいな感じで来たんですけど、ここ地球の体験を最後になる時にあたってですね、スピードメイトと会うことによって、本当の丸とか完璧な球体の自分を取り戻して、本当の自分の力を 100% 発揮できる、本当の幸せ、本当の喜びを感じるっていうのが、自分と同じスピードメイトであり、それをこの地球でね、そんなこと体験できないと思ってたけど、今まで散々体験できない過去生をいっぱいやってきたけれども、最後にちゃんと体験して、スピードメイトとかその自分の一体感、本当の地球での幸せっていうのを地球でも体験できたっていう体験をしてほしいっていうのがスピードメイトで、今出会える人がね、増えてきてるタイミングなので、ぜひ出会ってほしいし、そういう喜びを発することで、他の人もそのエネルギーを受けて、自分のスピードメイトと出会いやすくなると思います。はい、そんな感じ。すごい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あきこさん。はい、じゃあ、下ろしてみるね。まず、スピリットメイトは全体的な話の中から、やっぱり、こう、宇宙的に何かね、こう見てる方にメッセージって感じかな。ちょっと待って。はい。ね。今ちょっとね、あきこさん。すいません。はい、お願いします。はい。そうですね。地球の枠を超えた、出会いっていうのかな。地球の枠を超えた出会いっていうのがこの地球の中でたくさん行われていく。たくさん行われている。でもっとそれが増えてくるんですよね。増えてくるから、その準備の時に、準備のためにこの話が出てきたということを本当しっかりと、しっかり聞いてくださいって感じですね。そして、そのなんていうのかな、2つとか1つとかもう今までは分離でしたけど、もうその意識の中では1つ、みんなつながってますけど、そこでこうやっぱり地球の中でやりたいことがあって、そこでこう出会いっていうのが出てくるから、その出会いっていうのを期間とかそういう時間とかもそういうの関係なくて、本当にその自分の中での感覚を大事にして、それを一緒にそういう人たちと一緒にやるっていう感じです。そうですね。ここからがスタートって言ってます。ここからがスタートなんだって。だから本当に私も思うのはやっぱりこの出会いっていうの、ここからが今まで私たちが感じてきたことっていうのはこれのために用意されてたことだっていうことに気がつくと思うんですよね。本当にやりたいことっていうのがここから始まるっていうことで、だから本当にやっぱり男女関係とかその地球的な分離から抜けないとなんですよ。抜けないと出会えないし、抜けないとやっぱりこうなんていうのか、抜けた世界を体現していくっていうことになってくると思うから、今回それを本当に強く伝えたくて今回の会があったっていうことを言ってます。そしてそうですね、本当に素晴らしい世界っていうのを、作っていくっていう時が来ているから、その仲間たちと共に一緒に、花を咲かせるっていうのかな、地球の中でその自分たちが作りたい世界っていうのをどんどん作っていってくださいって言ってます。本当にあなたたちが考えてる以上に素晴らしいことなんですよ。はい、そんな感じです。はい、ありがとうございます。はい、ね。多分いろんな人それぞれこう多分感じ方が今回はね動画違うんじゃないかなって気はしますよね。
うん。そう、それぞれの今置かれてる状況とか、ヨシさんはどうでした？今回ちょっといろいろ聞いてみて。だから、やっぱり僕の中で思ってたのは、やっぱりもっと枠が取れていく時代で、自分は結構サラサラしてるんでね、あんまりこう、そういう、何か求めようみたいなことはないんですけど、ただだから求めようと思うとね、現れないっていうのがやっぱり今までの経験ですね。僕の、うちのね、今のね、妻もやっぱり全くその自分が求めようと思わなくなった瞬間、周波数が合う、まさに同じね、パターンなんですよ。同じ本を読んでたのに、ずっと読んでて、うちの妻も、この本読んでる、この本読んでるのみたいな。そういう魂レベルで、の人は、みたいな感じの時に出会った人ですね。で、そういう中も、そういうこともやっぱりそうだし、まきこさんのね、この出会いもそうだし、やっぱりこう、別に求めてたわけじゃないじゃないですか。ね、もう自分には足りないとかなってるわけじゃないから、多分求めなくなった時に現れるって感じがあるかもしれないね。ですよね、やっぱりね。今に満足。何か求めてるって時は自分に足りないっていうことを発信してると同じですもんね。そう。そこは統合の反対だもんね、分離だもんね。だからそういうことかなっていう気もしました、今回ね。そう。はい。ね。そうですね。楽しみだね。いろんなね、人たちに何か影響が与えたかもしれません、この動画ね。はい。ということで、ちょっとまた、皆さんにね、また、電話で行きましょうかということでございますけども。また電話で。2回目ですか？もう大丈夫ですね。はい。行きましょう。はい。それでは行きますよ。はい。はい。では。さようなら。はい。今回ちょっとフォロー動画を撮ってみようと思いまして、この動画を見ていただいた方々の中には、やっぱりこう今ね、自分にはそういったスピリットパートナー、ソウルメイトもいないっていう、エネルギー、そういった欠乏をね、もしかしたらこう与えてしまうかもしれないってことがあったので、ちょっとそこだけフォローアップをしたいと思いますと。で、例えばそういった、自分の中で、ね、統合だったり、自分の中の、そういったものがあったときに、そういった人に出会ったとしてもですよ。それが恋愛関係になる必要もなかったり、あとは、そのね、お互いにそれを、無理やりこの今のパートナーと別れる必要もなかったり、っていうところら辺の話をちょっとね、したいなと思うんですけど、その辺はどうですか？はい。で、どのタイミングで出会うかっていろいろありますしね、今までの、スピリットメイトに自分の中で統合を取れてる時に出会った時に、なんていうのかな、今までの過去を捨てる必要もないですし、付き合わなきゃいけないわけでもないですし、魂のレベルなので、そういう三次元的なことも全部ついてこなきゃいけないわけではないと思うんですよね。そうですね。幸せなら今のね、家庭を持ってある方とかが、幸せならもうそれでいいんですよ。そういう人の価値観で、ね、動いてるわけだから、で、私たちはたまたまね、こう知り合ったということだけであって、ね、全てがそういう知り合って、そういうふうにこう、引き継ぐっていうわけではないんですよね。だから幸せだよね、そうじゃなくてね。従来の地球の概念に無理やり入れ込むことはないと思うんです。自然体でね、いろんな形があるからね、スピリットパートナーがいたとしても、ビジネスでつながってる人もいるし、あと遊びでね、つながってる、山を登ったりだとか、スポーツジムに行ったりだとか、いう人もいるんでね、それはそれで幸せだと思いますね。あきこさん、ちょっと一言ね。例えば僕のとね、あきこさんのね、話ありましたけど、スピリットパートナーだとしても、ね、別に僕もそうだし、あきこさんもそうだし、ね、やっぱり旦那様、奥様を愛してるわけだから、そういうところでね、別にそういう、ことになる必要もないし、ね、感じがすごく楽しいわけなんだけど、それあきこさん一言いい？そうです、本当にその通りで、だからもうそこも超えるというか、それもちょっと古いわけじゃないけど、だってさ、みんなが幸せになったらいいし、全部大事にしていいんですよ。全部大事にして、だけどそういうこともあるというか、そういうものがあったらまた楽しいじゃないですか。そういう感じで思えばいいんじゃないかと思うから、全部大事にしていいんですよね。全部大事にしてバランスかな。
バランス、バランスをとっていくことだと思いますね。すべてにおいてやっぱりなんていうのかな、自分の結局統合なんだよね。見えてる世界は幻想ですから、こういうことも一つのこう幻想というか、なんていうのかな、ストーリーになりそうなんだけども、ストーリーも超えたやっぱ宇宙愛の時代だと思うから、宇宙愛の観念から見たらもう本当に大きく見たらね、全ては一つですから、みんながスピリットパートナーであり、みんな大事な、魂というか自分自身であるっていうことだと思いますから、でもこういう考え方っていうのも、こういう出会いみたいな、結局今アセンションの時だから、そういう出会いみたいなところが本当魂レベルの出会い、宇宙の仲間たちの出会いとかが本当に増えてくるから、そこで一緒にいろんな人たちとやる中の一つみたいな感じで捉えるといいんじゃないかと思います。そうだよね。なんかこう見てもらってる人たちが僕はもうスピリットパートナーだと僕は思ってますけどね。動画見てくれてる人全員。そうそう。みんなスピリットパートナーいいね。でしょ？そのスピリットパートナーパーティーでもやりますか、もう。フェスだけど、それがフェスなんだけどね。また来年フェスをしましょう。はい。ということで、フォローアップ動画となりました。はい。じゃあまたではでは。またではでは。ではでは。ではでは。